私、家はねここからちょっと出て向こうへまっすぐ行った今も残ってますのよ、古い家が。ここにはいっぱい草が生えてて、今はこう草が生えないようにしてありますけど、つくしんぼが出るんですよ。でここに溝があってね、でその溝を飛び越えてつくしを取りに行くの。そしたらね落ちてね、その溝へもうびしょ濡れになって泣いて帰ったこともありますよ。戦争中のね、はい、もう汚い色でしたね。だからここにちょっとまだ残ってますね。ネズミ色のような緑がかったね、はい、それに塗られてね、その時は子供心にね、なんだかね暗い気持ちになったのを覚えておりますね。だけど歳月が風雨で洗ってくれて、また元の赤レンガに。歴史がね、私はこのレンガ一個一個に染み込んでるような気がしますね。一番悲しい思い出がやっぱり原爆の時にここに逃げ込んだ人たちがね、次々に死んでいって、でこの倉庫の向こう側に広い広場があったんですよ。でそこで山積みにしてね、油かけて火葬にする。もう誰が誰だかわからない。でそこ穴掘って埋める。もうね76年も経ってしまったなと思うんですけど、広島に1945年8月6日に原爆が落とされました。でその時にもう本当にたくさんの人が火の海を逃げ惑い亡くなっていったんですけど、いまだにねその時に何人の人が亡くなったんだかはっきりした数もつかめていないんですよ。まあ14万人プラスマイナス1万人なんて言われてるんですけど、でもその人たちに皆ね家族もあっただろうし、一人一人ちゃんとした生活もあって家もあって、でそれが全部崩壊してしまったのが戦争であり原爆だったんですね。広島の生き残った人たちはそれにもめげず今度は必死になって復興に努めるんですけど、空白の10年という言葉があるんですが、戦後の10年間誰も助けてくれなかった被爆者をね。だからもう食うや食わずでみんな必死で生きてきたんですけど、今の広島のね発展した町を見るととても想像はできないと思うんですが、そういう時代があったんですね。だけど広島の生き残った人たちみんな今考えるとすごい立派だっただと思うのは、もう諦めないでね、で必死で生き延びていったっていう、そのことにもう感動するんですけど、私もその中の一人だったんですけど、まだ15歳のそれこそ裏若き少女でございましたからね、我が子を養わなきゃいけないというそういう苦しみはなかったんですけど、でも食べるものもない、それから周りの身内が次々死んでいく、友達がたくさん死んでいく。でそれを見てると生き延びたことの後ろめたさみたいなものがね襲ってきて、私もみんなと一緒に死ねばよかった、もう生き延びるということがこんなに辛いこととは思わなかったと思ってね、放心状態になったこともありました。だけどある時ね諏訪ねじ子さんっていうバイオリンの名手がいらしたんですが、その方がねどういうことかわからないんですけど広島へふらっと来られて、宇品の凱旋館というホールでピアノ伴奏も何もなしでね音楽を聴かせてくださったんですよ。忘れもしないチゴイネルワイゼンとね G 線上のアリアだった。もうそれを聞いた時にね元気が出たんですよ。それまではなんか勇ましい軍歌を歌わされたりね、心がすさんでいたんですけどね、でも古典の名曲を聴かせてもらって、いや世の中にこんな美しい音楽があったのか、これはもう少し生きてそういう音楽を聴きたいなと思ったんですよね。だから音楽が
ある意味私を生かしてくれたのかもわからないと今でも思っております。難しいことは私は何も知らないし、ただ耳から聞いて自分で心に感じるだけのことなんですけど、やっぱりいい音楽というのはすごい力を持ってるなということをね、今でも思いますね。二度と再びね、また戦争があってはならないし、平和というのはうっかりしてるとどこかへ飛んでいっちゃう。手繰り寄せて握りしめてみんなでね、しっかり力を注いで守っていかないとね、平和を守るという言葉がね、それを語ってると思うんだけど、それを守るためにはね、やっぱり一人の力では守れません。みんなで力を合わせてね、それをしっかりつかみ取って逃がさないようにね、平和を守っていかなきゃいけないと思っております。でそのためにはね、やっぱり音楽も大きな力があるし、若い人たちにね、戦争の恐ろしさを伝える。戦争をして何もいいことはない。勝ったからといってね、たくさんの人の命と引き換えですからね、そういうことが二度とあってはならない。でそのことをやっぱり若い人たちにちゃんと伝えて、必死の努力でね、平和を守っていきましょう。広島って被爆受けるまではね、大きな軍隊があって、宇品の港から兵隊が戦場へ出て行って、それを万歳万歳と言いながら送って、もう本当にね、加害者の町だったと私は思います。それが一転してね、1945年の8月6日を境に被害者の町になったんですけどね、私は被害と加害というのは裏表だと思っています。だから被害もあってはいけないし、加害もあってはいけない。とにかくもう必死でね、平和を捕まえて離さないようにみんなで守っていかないと、またね、同じことを繰り返す、その恐れがあると思います。広島の被爆者は特にね、そのことを皆さんに訴えて、再びの戦のないように、再びの核兵器をね、使われることのないように、もう必死でね、努力していかなきゃいけないと思っております。それを今日はね、皆さんにお願いしたいと心の底から思ってやってまいりました。焼け野ヶ原のことを思うと、あちこちに転がってた遺体を思うと、本当に涙がね、溢れてくるんですけど、あの人たちにもね、ちゃんとした生活もあったし、名前もあった。それが14万人っていうね、数字の中に巻き込まれてしまう。そんなことが二度とないように皆さんでね、力を尽くしていかなきゃいけないと思っております。今日は本当にありがとうございました。